暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。通称闇ラジでございます。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。さあどうしてもラジオは暦の季節の話から入るものですけれども、そのようなことがありますが、11月に入りましたね。今日が9日、立冬というそういった概念は僕は、意識しながら、生活したことはないんですが、暦の上では冬に突入したというようなことでございます。そこまで肌寒いだとか、手袋をしてとかっていうことはまだないんですが、そうかと、いよいよ年末を強く意識せざるを得ないと。昨今のこの何でしょうね、ハロウィンかクリスマスかみたいな、そのハロウィンもいよいよもう遥か彼方にも遠ざかっていこうとしておりますから、あんなに浮かれていた人たちもね、なんか知んないけど浮き足だったり焦ったりね、するような、そういった季節、何かしらこう胸がざわめくような、ことなんですかね。僕はここ台本にありますけども、11月17日が、僕はお酒好きなんですけど、ボジョレ・ヌーボーがね解禁、これは毎年この時期に解禁するということなんですけど、ワインも好きだし赤ワインもなんなら大好きなんだけど、このボジョレ・ヌーボー、我が人生47年の中で強く意識したことがないですよね。ちょっとたしなむ程度で、しかもボジョレ・ヌーボーってあれでしょ、別に何十年も寝かせたからこそ熟成されたそのワイン特有の醍醐味みたいなことじゃなく、あくまでもこうライトな感じで言うところ薄いよね薄いなっていう。でもなんかそれを、とても良しとされているとなんか悪口みたいな、すいませんね。別にボジョレに何かこう、悪口をかましたいっていう意図があるんじゃないんだけど、何か大があるわけじゃないんですが、なんか毎年ね、皆さんそういった一定の層がボジョレうまいボジョレうまい、もう今日解禁だよ知ってたなんてね、いうような、そういった一連の流れがなきにしもあらずなわけでございまして、しかし私は果たして興味があるかというとそうでもないということをここで言っておきたかったわけですね。ただなんかもう今年こそ、50も近くなりまして、いろんなこう世の中の事象だとか、に若干こう自らすり寄るというとあれですけれども、興味を持っていこうかということで、僕はボジョレ・ヌーボーをね、今年はもう本当飲んでやろうと思ってますよ。飲み尽くしてやろうと思ってますね。そうするとこのまた右膝がうずいてくるわけですけれども、痛いに風と書いて痛風ね、病名に痛いという漢字を使っちゃってますから、よっぽど痛いんだろうという。僕はもう本当通算でいうともう何回目でしょうね。通算の2は痛いって感じでいいんですけどもいいか、すいません。さあこの番組はですね、アニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。名義上はね、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思っております。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。 Twitter の方はすべて小文字ハッシュタグバスタードアンダーバーラディオをつけてつぶやいてみてちょうだい。一緒に伝説を作っていきましょう。さて前々回ですかね、シーラ役の遠山奈緒ちゃん来てくれました。僕が盛大にね、やらかしてしまいまして、それを取り戻そうと特にこのオープニング僕はものすごい早口で久々に20代の頃こんな喋りだったな俺っていう何かにこう突き動かされてたような、あの頃のリビドーだったり、リビドーかいリビドーだけじゃないけど何かの衝動に追い回されてたようなね、申し訳なさが出てたと思います。僕が2時間遅刻したんですね。1時間半だったかな。はい、ということもあって申し訳ない遠山ちゃんということで、必要以上に褒めちぎりました。嘘です。必要ちょうどちょっきりね、褒めさせて、今とてもなんか悪が少ない女優さんだなという思ったものですから、それこそシーラ役なんかバスタードはね、ダークシュナイダーを置いといて本当にあらゆる配役がハマり役の方が多いなと思ってるんですけれども、この遠山奈緒ちゃんもそのうちの人シーラ姫をやるにあたり本当何もこうある種の雑味がないという意味でね、というのを僕は申し上げさせていただいた次第でございます。前回遠山奈緒ちゃん来てくれました。さあ今回もね、僕はねこのなんかねちょっと緊張しちゃうのよ、この方はね。逆にいや年齢とかキャリア的にはちょっと彼の方が僕より後輩には当たるんですが、生来僕こう見えてどう見えてるか分かんないけど気遣いの部分もあり、先輩と対峙するよりもちょっと緊張する節がありますという、僕にとってねこの方はねやっぱ
なんか一種異様な雰囲気をまとっていつつ、それを自分のパーソナリティまで昇華させて、周りのアニメ界隈の人たち、カルチャーの好きな人、声優ファンとかに一目置かれてる人、すごい、唯一無二の方法論で、のし上がった人じゃないかなと。鳴り物入りでデビューされて、未だに20年以上この世界の第一線でやられる方ですね。お楽しみにこの後登場していただきます。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神、闇のラジオ編。さあここからはゲストの方と一緒にお送りしていきます。ご登場いただきましょう。この方です。アビゲイル役杉田智和です。よろしくお願いします。本物や別撮りじゃないですよ。なんかね、もう本当にどうぞ、いらして、くださいました。はい。だから特番でね、ご一緒させてもらったりとか、もちろんアフレコでも今回アビゲイルとダークシュナイダーはこのご時世とはいえ割と一緒に撮ることができてっていうことがあってね、なんか不思議なんだよな、杉田君と対峙するとね。なんかもうあんまりなんだろうね、プライベート僕はそもそも声優の方との友達が少ないもんだから、っていうのとなんかたまにしかお会いしなかったりするでしょ、杉田君と。確かにそうだよね、現場で緊張しちゃうんだよ俺、なんか知んないけどね。いやそんなことはないですよ。本当？はい。その中でございまして、はい、杉田君はもうだからこのバスタードという作品、は小学校の頃からやっぱり原作を読んでたというようなエピソードもあって、でこのバスタードのラジオでございますから、その辺の杉田君の世代間におけるとか、バスタードはどうだった、どういう風に通ってきたかとか、僕は中学校1年生の時だったんだけど、そうすると杉田君小学生の時っていうのはリアルタイムでこの作品は読んでる。兄がいるんで、単行本で買ってきたんですよ、ある日で。週刊少年ジャンプとは違う、甘くない世界みたいなのが、ね、なんかちょっと子供が背伸びするのに、これから本当に中学生中2っていうのになるのに、こんなに適した教科書はないんだって、やっぱそういう感じで子供心に何が起きてるか分かんなかったんですよ。確かにね、そうかもしれない。ダークシュナイダーがなんでこんなにケツ触ったりするのかなとか、ラーズがおいおいおい少年誌なんだぞって言って、一体何が行われているんだ、なんでみんなあーって言うんだろうなとか、ね後にこれがメタってやつかとかね。なるほどっていういろんな要素が詰まっていてですね確かにね、メタやりまくりだったし、よくだから今でも思うけど、世界観の萩原先生のなんだそれこそリビドーだよね。なんか自身を投影したようなキャラクターでしょ、ダークシュナイダーって、よくだから本当テレビで言うとゴールデンのお茶の間であれを流すっていうことじゃないですか。そうです。恐ろしいなんか、作品だなっていうのはね、しかもそれをねアニメで今一からやるって聞いた時に、できるんですかって。でもおそらく当時すごいバスタード好きだった人たちが、ゴーサイン出せるぐらいの立場になってたり、それを黒田さんとかも多分すごい好きなんだろうなって、別のアニメとかのドラマ CD とかの台本にもパロディがやっぱこれバスタードだ元ネタっていうそっかそうだよね。なんか奇妙な冒険と辺りはなんか結構みんな好きで入れてくるなっていう。世代出ちゃうんだよね、ちょうど僕らとか本当杉田君もそうだけど、僕はもう背伸びして兄やいとこたちがこう見てる、ちょっとこうお前らは子供の見てるもので満足なのかみたいなやつ出すタイトルの一つだったなって。筋肉マンとかキャプツバでいいのみたいなね。そうじゃねえだろこれだろって言われて知らない世界だって確かに88年そうだよね。杉田君が僕8歳です。そうだよね、80年生まれで松坂世代って、俺はもう80年生まれのことを杉田世代って言ってるけどねだから僕と下野くんぐらいですよそっか、
あれ中村雄一って一個中村君って2月生まれなんで早生まれだ多分80年なんだけど早生まれだから学年が実は1個上なんですよ9年組だ。そっかそっかそ実っかはっていうあの辺がね、あるよね。早生まれってさそう学生の頃だけの概念だろうと思ってたら、大人になっていくつになっても、うんあの1個差ってやっぱすごく大事だよね。実はちょっと意識しててわかる、そうそうなんでいまだに俺40ね後半にもなって早生まれがどうかっての意識してんだろうとか、昭和俺は50年だけど、50年でも早生まれの人見るとやっぱちょっと敬語になっちゃう。そうそうそうあ早だ、うん早生まれだ1個上だみたいな。そうそうありますね。なるほど、そういうなんか世代がまさにこの辺の、バスタードっていうのは僕らのこの当時小学校中学校だった、下半身を直撃してくれた、そういろんねなことを教えてくれる。いろんなものが目覚めるってやつですね。本当だよね。性は性でもなんかこうねそれみたいなね、なんか服が溶かされていくんだけどなんだろうすごいなんかエキサイトする自分に気づくみたいな、ね、いいぞいいぞもっとやれってなってまさにメイスされちゃったわけですよね。そう扉がこれだってなっってていう俺だってそっか、やっぱね杉田君はあの辺のことなんかすげえ聞きたいけど怖いんだよな。どこまで喋ってくれんだろうとかいやでもどこまで皆さんに開示していいものかみたいな、ね、いやでも基本あの当時やっぱり漫画本から得る知識って、あとはその大人の教科書っていうのが絶対橋の下の河原のところに落ちてたんで、はいそうです。そうこう歩いてるとあ落ちてるって言ってベタだよね、絶対あの辺だもんね。橋のちょっと飛び降りてビッグトレジャーって叫んで飛び降りて手にするんですよ。でもパリパリになってたりとかそうそう、なぜかね。あとビデオテープで中身がわからないっていう何なんだろうこれ何が入ってるんだって映画リングを思い出しますよね。ああ確かに、白箱で置いてあってっていうこれは一体何が入ってるんだきっとすごいお宝に違いないガッって言ったらイタリアの名車が330キロ出すって内容で、あそう、このビデオどうしようみたいになって捨てました。これはやばい。そうそう面白いエピソード出てくるね、やっぱりさすがにね。アビゲイルですよ。でも杉田さん、ねやっぱオーディションだったと思うんですけど、はい、何役ぐらいまず受けた？ガラ、うんアビゲイル、ダイヤモン、あ、はい、やっぱあのラインだよね、はい、どっかこう低音が欲しいところだっていう。全員ごつくてなんか顔も四角いしどうやって差をつけようかなって杉田君ってなんか低音のイメージがやっぱ強いのかな。でもさ俺はなんかミドルからちょっとハイぐらいまで、それこそ今更見て褒めさせてもらったね春日のキョンとかも、はい、あれってそんな低音のイメージじゃない？でも学生にしちゃ低い声だなって最初よく言われましたけど、でも太くないんですよ多分、自分の中では。でも太い役もやるし、なぜだかアブリゲーとかだと海外のアブリゲーだとおじいちゃんと巨漢ばっかりなんですよ。だから出ちゃうからね、なんか無理なく出せるでしょ、太いのが。だいぶ近年は、昔はなんかどうやったら声って太くなるんだろうみたいな、あやっぱそこ追求してた安本君とか、あれナチュラルボーンだからね。そう三宅さんとかずるいよね。なんでって聞いたらいや低音も低音でいろいろあるぞってあ本当。そううまく健太と住み分けをなって言って大変なんだね安本君が言ってて、僕はなんかこうでかい声出そうと思ったら健太も出してくるからって言って、でも健太は残機俺はガイルみたいなね住み分けできてるってなるほど、残機とガイルでそうそうちょっと違う。そうか、なんかちょっとシャープな低い声が安本君で、そうなんかこう巨漢でなんかうわーってこうイメージある荒くなるのが健太さんかな。でも逆もできるんですよ。荒井安本君もいいし、なんかシャープな健太さんもかっこいい。確かにね。なんかあの辺ってさ、ハイトーン戦争ほど男性声優業界のなんかこう戦争っていうほど結構ないでるイメージがあって、4,5 人でこうちゃんと積み上げができてる感じがさ、なんかずるいなと思う。食いっぱぐれねえだろお前らって。いやでもね、苦労が分かってるからこそ優しくなるんですよ裏で田所ひなたくんってひなちゃんって呼んでますけど81のひなちゃんやっと30歳になったけどこう背がでかくて声がすごい低いんですよ。安本くん「いらっしゃい」って言って「大変ですよ最近」いっぱい叫んでます」って言って「そうかもっと叫ぶぞこれから」って言ってなんかすごい仲いいんだなってなんか勝手を分かっているからその苦労も良さも。なるほどね。そんな中においてさ杉田智和って立ち位置がなんか絶妙な気もしてて、だから低音もいけるんだけど、決してそのロートーンだけのイメージじゃないもんだから、だから受けた3役で一番手応えっていうかあったのってのは
でもうまく差をつけて、うんそのなんだろうな、でも3役ともやっぱり基本顔が四角い族で、低い太い怪しいみたいな、うん自分の中でカテゴリーをちょっとうまく分けて、ガラはなんかこう低いみたいそうだね。な、でアビゲイルはこう太くて怪しいみたいな、でダイヤモンは急になんか高くなるみたいな、幅がやっぱ求められる。低い、僕はでもダイヤモンってそんな低い声じゃないな、でもすごいいきなりテンションが上がるから、キッスさんみたいなみたいなテンションになるから、それがなんかすごい差でできるのが面白いんだと思う。俺杉田君のダイヤモンドもちょっとなんか見てみたかった気がするけどでな。チーンって蓋開けたら小安さんじゃないですか。そうもうやったーってなってる、小安やさんねった小安さんだーってちょっとやっぱモンスターですね、あの方はね。嬉しくてしょ、ワクワクしちゃう、一緒に撮れたんですよ、俺小安さんと。もう一言やっぱ終わった後添えずにはいられなかったもう。ね小安さんありがとうございます。そうそうそう、もう嬉しい、もう言ったで俺はね、だから何度か杉田君不在の時に勝手な考察としてこの番組でも言わせてもらったことがあって、杉田君のやるアビゲイルっていうのが、だからアビゲイルって独特な、それこそ今顔が四角いっておっしゃるんですけどあの骨格を意識するがゆえの、だから島田久作さんとかああいう感じでしょ、だから言うと僕は好きなんだけどラブクラフトっていう作家がいて、その肖像がまんま顔のままなんです。ラブクラフト氏ももうずいぶん前に亡くなられたホラー作家なんですが、顎の骨格がとても個性的というか特徴的なお顔をしてらっしゃって、おそらくそれをモチーフにアビゲイルっていうのができてると僕は思うんですが、その特徴的なしっかりした顎ゆえにこういう喋り方というか発声を杉田氏はしてるんじゃなかろうかというふうに僕はずっと金がね思ってたんだけど、その辺の意識っていうのは知ってた？太い声っていうので、前に出るかこう内に秘めるかみたいなので、でアビゲイルって秘密が多くて、そう相手をこううまく伺いながら自分のペースにはめていくみたいなところがある、なので内側にこもるからちょっとこうやって顎引くんですよ、で自然とこういう声になったらだんだんなっていくっていう、それだ、すげえ声優さんっぽい、すごいな。そうそうそう、よその役とかもやっぱり基本こう体がどんどん傷ついていく人で、でそういう治療薬みたいなのいっぱい刺してんだろうなった結果、声がどんどんってなくなっていくみたいな、だから登場のたびになんかちょっと声が違うんじゃなくて、彼なりにずっと傷つき続けてるから声がこうなるっていう、自分の中でそういうプランニングでいくんですよ。でディレクターからそういうのはいいとか、今回はそういうの必要ないみたいに言われること多々あります。すごい、だから最初に自分で全部武装しといて、そっから削っていく作業なんだ。あと周りの声を聞いて、俺周りの声を聞いて変わるっていうのももちろんあって、そうだよね、漫才とかのボケツッコミで成立するみたいな。そうだよね。だからダークシュナイダー谷山さんと一緒に撮れてよかったんですよ。俺もそう思うよ。テストから全力でダッシュがこうすごいガーって叫んでいくから引っ張らこうするように、ただアビゲイルってちょっと引いたところから自分のペースに、じゃあでしたらこちらはどうやってそれをこう答えればって、乗っかってるふりをするんだけどっていう、人物としてそうなんだよね、そうなんだよ、やっぱちゃんと自分のペースで喋る人だから、そう自然とそれは自分でもある程度組み立てますけど、でもそれ以上に相手の芝居聞いて完成するところはかなりあると思います。もちろんだよね、そうなんだよ、だからこう実際に絡んでアフレコできるかどうかっていうのは非常に我々にとって重要で、それができたんだよね、ダークシュナイダーとアビゲイルの特に一番醍醐味のね、顔が逆さになったり、すげえ形になっちゃってなみたいな、クリーチャーじゃねえかっていうねあの辺は本当に一緒にできてよかったなと思うしね。そう芝居が変わるっていう、それがもう醍醐味だからね。そうですね、人のセリフ聞くというね。はい、そういうわけでございます。なんかいろいろもすでになんかいい話聞けたような気もするけども、どうなんだろうな、アビゲイルかもでも聞けたような気もするし、どうかな、ざっくりした質問になっちゃうなワンクール目までで印象に残ってるシーンはとかまあ今更な感じするけど、改めてでもどうだって子供の幼少期の頃に、漫画としてそれなりに触れてきたもので、時を経て自分がまさかプロの立場で声優に、なる未来を思い描いてたとしても、声優になれたら嬉しいっつって、で何この後に及んでバスタードがアニメ化するの、それ自分がそこに携わるのっていう、なんだろう、このある種の
ね、達成感というか、うんっていうのは杉田さん的にはこのバスタードっていう作品いろいろこう作品やってこられたと思うけど、どういうダイナミズムというか感じました？でも周りの方がむしろなんかお祭りみたいになってて、でもやっぱみんなそれ言うな。お前アビゲイルなんだろうって言われて、そうなんだよね。まあもちろん前のね、うんOVA みたいなやつも、うんあと技を入力するゲーム版とかも知ってる身としてはすごいな、うんちゃんと知ってんだね。なんか当時 V ジャンプとかでもその情報が出て、でも子供心にバスタードってなってやっぱ杉田君深いな、広く深いな。こっちやっぱこっち側強いね。しっかりオタクだからジャンプオールスターみたいな感じでファミコンジャンプって昔あったんですけど、あった知ってる。ダークシュナイダーなんで出ないんだろうなとか、確かにね、やっぱ R 指定だったし、そう作品の枠を超えてダッシュが他の女キャラとか口説いたらどうしようと本かね、当だよね、面白かっただろうね。ダッシュなんで出てくれないんだろうなっていうのを思ってたんだ。思ってました。もうガチ寄りのガチだな、やっぱすごい、さすがだな。で今になって周りからやっぱ当時好きだった人とかがすごいこの熱集めに来るんですよ。知り合いのクリエイターもその「スタート見たよ」って「ついたかべるでしょ」って言われて、すごい。もう絵の作りがね演出がねって始まって、この後止まらなかったんですよ。熱いね。好きだから言うから誰なのその人。そういう喋り方する人なの。そうまあ元アークの森さんですけど、そうなんだ。やっぱ影響を受けてるだろうからね、そのブレイブルーとか見てると絶対影響を受けてるでしょっていう。そうだよね。そんなことないって言ってたけど、絶対受けてんだよってだからそんな熱くなるんだよってそうね、古き良きあの頃のジャンプってみんなもう熱かったけど、中でもこうなんか別なこう色合いの熱さを持った作品でしたからね、バスタードはね。はい、なのでそういう会話が今当時もしてたし、で今になってできるっていうのは嬉しいなって確かにね。はい、ということでございまして、ざっと杉田さんと、振り返ってみたということでございます。次回はですね、2クール目、本当に大活躍するアビゲイルですけども、そこをもうちょっと掘っていこうかなというような、ことでございます。お楽しみに。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、ではメールを紹介していきましょう。ラジオネームダムドで隠されたセリフが気になりすぎるさん。ラジオでね、なんかこう伏せなきゃいけないときはダムドで伏せる。ダムドっていう使わせてそれが結構ある。さあ、お二人が揃う時を楽しみにしてました。お二人とも大好きな私にとってバスタードでのダークシュナイダー VS、アビゲイルは夢の共演で大興奮でした。二人ともとても粘り強く長い戦いでしたが、全く熱が衰えることなくまだまだ見ていたいと思える最高の対決でした。ここまでがっつり絡むお芝居はなかなかないと思うので、お互いのお芝居人柄の印象あふれこ時のお話を詳しくお聞きしたい。だから僕はさっきのねあれでね、杉田さんのその芝居感とかアフレコ感とかっていうのをちょっと聞けたような気がしてすごく嬉しかったんで、そういうのなかなか真面目な話って、こうやって面と向かってする機会ってないもんだから、確かにあんまり聞いてもくれないですからね。そうなんだよね。なんかもっと面白いことないのとか、でもなんか聞きたいんだよ俺本当はね。それでいろんな人のなんかどういう風な姿勢で臨んでるかとか、だから全く俺はさっき杉田君と逆だって言ってたの。俺結構もうフラットな状態で行って、現場でどうこうしてくださいあれしてくださいって言われて、その通り期待に応えるっつうのかな、できますよって引き出し、そっちの引き出しだけでは僕全然できますからっていうところに何かある種のなんていうのかな、カタルシスみたいなものを感じるタイプだから、だからプレイヤーとしてのもっと俺を面白がってもいいよっていう方が強いのかもしれない、ある意味で言うと無責任なのかもしれないけど、杉田君のプロ意識ってだからそれとは真逆だよね、ちゃんと武装していって自分で作り込んで、そこから必要とあれば削ぎ落としていくっていう方法論だから、そこにね変な誇りみたいなものはなくて、だからむしろこうやってほしいとか、こう合わせろってきたら、それちゃんと合わせるしだよね。そうなんでこういう演出が来たのかなとは一瞬考えるけど、多分こういう音とあとバリエーション決めあぐねている時ってなんか伝わってくるんですよ。その若い子が私はできなかったんだって落ち込む子がいて、もっとこうでこうやってって言われた時に、
なんかこの言い方だとディレクター誰か分かっちゃうなそうじゃなくてねもっとこうやってって言われて、あなたモノマネ得意なんだからちょっと寄せるとバレちゃうっていうね。いやそうじゃない、あれは多分バリエーションでもう君は一回回答にたどり着いてるから、はいはいはい、他のなんか音や可能性を探ってる段階なんじゃないのかなって。今思ったけどあれだね、杉田君は優秀なディレクターにもなれそうだね。いやいやいや、面白いかもしれないね。いやいや、基本誰かの受け売りになっちゃいますけども、でもちゃんと役者さんをすごいこう特性を見て長所を生かすっていうのがやっぱ大事だなって。そうだよね。自分になかったと思う枝を見つけてくれる人って僕すごい好きで、あとはもう自分で考えなさいっていうタイプの人もいるし。そうだよね、そうなんだよね。役者ってやっぱまず自分で考えてそこにたどり着くもんだっていう、その言い分もわかるし、そうなんだよな。いろんなタイプの方がいるから、だからいろんな現場って経験してほしいなってすごく思います。だから今このね、ご時世の撮り方だと人を知れないんですよ。どんな役者さんいるんだろうみたいなね。昔はガヤって言って群衆がね、ガヤガヤしてるとか、みんなわーって騒いでるのみんなで撮ったんですよ。新人もベテランも。横にいる飛田さんに「おばあちゃんどう思う?」って言ったらおばあちゃんやってくれたりとか「なんでおばあちゃんまでうまいんだ」みたいな飛田さんは素晴らしいよね。本当素晴らしいです。本当に、だもうそうなんだよ。そういう経験って、なんかこう現場にこんなやばい声優さんいるんだみたいな、そうだよね。そう急にフラーって現れて、なんか収録が終わったらなんかタバックの前の寿司屋で飲んじゃって、自分の出番までサンスターの会議室で寝てるみたいなの、フリートーク来るから鈴木さん起こしてって言って鈴木さんお父さん起きてって言ったら「撮るか」ってなってくるっていうのが一番面白いんですよ。ほろ酔いだからフリートーク一番面白いのそういう経験って今なかなか世の中も破天荒を許さない空気ありますし、僕は自分じゃないものって全部魅力的に映るんで、谷山さんって僕の中ではその音楽っていうのとなんかこう不良っていうカテゴリーにいる人で、そうでもちゃんと適応できるおしゃれさがあるっていうのがなんか相反するものを持ってる、そういう人っていうイメージにあったんで、嬉しいね。話してるとなんかこうあれなんかこう自分のない視点をすごい持ってるから話してて僕はすごい嬉しいんです。なんかないものねだりになるんだけど、結局こういう仕事してると羨ましいなとかなるじゃん。自分の持ってない魅力を持ってる人を素直になんかこう尊敬できるとさ、いいよね、そういう方が。僕はそういう風にで得て増えてとか、食べ物でも人でも僕は本当に好き嫌いが割とはっきりしてるんだけど、なんかそれとは別個のとこでちゃんとなんだろう、光ってる人とかこの業界において下世話な言い方だけど売れてる人とか残ってる人っていうのはちゃんとそれなりに理由があって、でそこがこうなんだろう、嫉妬にならないようにしたい。でも嫉妬心とか妬む気持ちって実はある種のパワーにも変換できる。原動力になりますね。だからオーディションで落ちて、あの役誰が受かったんだっつって、あいつかよっていうのとかって絶対あるじゃん、俺らの世界に。でもそれをなんか全部ネガティブなマイナス、もともとマイナスなんだけど、感情としてはをなんとかこういずれプラスに変えなきゃね、いけないっていうのは常に強くは思ってますけどね。妬み嫉妬はあるよ、本当にあるからね。それが面白い人っているじゃないですか。ザムトとかね。面白いね。ちょっとなんかコンプレックスを抱えたライバルやるザムト大好きなんですよ。この場にいないしバスタートも出てたっけ、出てないんだなっていう。それもよし。なんか普通のラジオになっちゃったね。面白いな、杉田さんやっぱな。いやっていう、なんかこういう真面目な話できるのは面白いという、そういうお互いの印象でしたということでよろしいでしょうかね。ダムドで隠されたセリフが気になりすぎる3、そういうことでございます。メールまだまだお待ちしてます。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。続いてのコーナーはこちら、中二病黒歴史審問会。黒歴史、昨今ね、叫ばれておりますけど、叫ばれてはないけどね、耳にすることがあると思います。身に覚えの一つや二つあるだろうと、この黒歴史異端だと思ってもらいたくてやっていた中二病、この中二病な行動っていうのを皆さんリスナーに送ってもらうというようなコーナー、それが黒歴史に該当するかどうかを僕と杉田くんでジャッジしていきたいと思います。杉田くんので言うとこの黒歴史っていうのはこ
この場で話せる範囲であった黒りします歴史か。でもあれ中二病って言葉も、うん黒歴史って言葉もね、なんか辞典とかに登録されるレベルですけど、ぐらいのねそうそうそう、市民権を得ちゃって、黒歴史ってなんだろうって考えた時に、うんそれを体現してる人って自分で言わないんですよ。はあはあはあ自分で俺は中二病だって言わないじゃないですか。うんいや違う、それよりも俺の右目には黒竜が宿ってるみたいなこと言うじゃないですか、だから本物にはかなわないから、不敬やっぱ杉田さんだわ、そこ行くと僕は黒歴史も中二病もだいぶにわかだなっていうね、本物にはやっぱかなわないっていう、稀にいるっていう本物います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 お前はすごいやつだっていう、うんその感性のまんまで、そういう人がその作家になったりとか、はい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 役者になったりとかすると、だから中二病だとか黒歴史だっつって、うんかつてのうん俺なら谷山少年とか、うん自分少年をうん茶化してこうごまかすみたいなはいはいとこでなんか慰めようとするんだけど、今の大人ああってもんどり言って恥ずかしいあの頃っていうのがないってことですね。あんまりでもなんか憧れってやっぱあって、うん格闘ゲームとか、うんゲームが大好きだったんで、うんそれの主人公が、革のベストを着てたんですよ学ランの下に超かっけえってなって、当時はわかるよ例えば学ランをかっこよく着る漫画のキャラクター丈太郎って言いますか、空城丈太郎って言いますか、彼は長蘭じゃないですか、はい、あれやっぱりその身長があってごつくないと似合わないんですよ。ああそうだね長蘭とかね。で当時ヒップホップがすごい流行った時に、うんみんな制服の下をディッキーズっていう作業着メーカーの、うんあれの黒い綿パンを履いて太めに履いてね、みんな下げて履いてたんですよ、うんうん僕ガリガリだったんで全然似合わなくてじゃあ僕の好きな学ランをこう着る人って誰だろうと思ったら、この格ゲーのキャラだって、はあはあはあなんでこんな上着こんな短いのみたいな、うん学ランなのに、うんどこに売ってんだろうって見つけられなくて革のベストは見つけたんですよあった革のベストだっていいですね。で僕は普通のその学生服、カラーも外さなかったし、はい、そうボタンもなんか変形なものは全然なかったけど、下に革のベストを着てたんですよ。だいい黒いですねなかなか、そうでも誰も気づかないんですよそうだ丈よねも通常の丈だし、すげえまさか下に着てると思わないだろうって潜めたね、黒ちょっといつ戦いが起きてもいいようにっていうわいいな、そういいねやっぱね、もしかしたら荒れてた町って言ったら今のちょっと町に失礼だけども、やっぱりゲーセン行くと襲われたりとかしてたんで、ああまあ時代的にもね、そうそう揉め事が起きることがあったから、あとバイクにも乗ってて、あ本当、はいへえそれも別の格ゲーの主人公がバイクに乗ってて「覇王称号権を使わざるを得ない」って言ってじゃあ銃を持った相手に覇王称号権を打てば勝つんだみたいな、超かっけーってなって、いやちょっと待ってこんだけ杉田君に出されちゃうとこの後一般の方のメールがそれ黒歴史でも何でもねえじゃんってなっちゃう可能性がやっぱお手本とかカリスマみたいな憧れがいたんですよ。でもカリスマは自分でカリスマって言わないんですよ。まあそうだね確かにね、さっき言った通り中二病は中二病って言わないっていう。ちょっと一通来てるんでねおちょっと紹介していきたいんですけどね、ラジオネームみよっぺさん。私の中二病黒歴史は母親と昔の近所の話をしていてふと思い出したのですが、小学生の頃男子友達の家で飼ってる犬これシェパードが庭に鎖でつながれていたのですが、大きいしすぐ吠えるし追っかけてくるしでとても怖かったんです。けど当時足に自信があったので犬に追いつかれるスレスレのラインを駆け抜けて遊んでいたことを思い出し、なんとバカなことをしていたのだろうと穴があったら入りたい気持ちになりました。これは中二病黒歴史に該当するでしょうか、自分で決めたなんかこう特殊な美学みたいなものにのっとって行動するんであればそれに分類される。なるほど、これはまさにじゃあそうですね、そうだよね、このあったな。だから本当これもうちょっとしょうもないので言うとこのラインをはみ出さずに家まで帰るとか、そうですね、ちっこい石ころを蹴って蹴って蹴って家まで2キロの道のりをこの蹴り終えたここまで共にしたんだねってこの石ころを捨てられなくてなんか布団で一緒に寝たりとかありましたね俺もね、で翌日飽きちゃってもうすぐ捨てるんだけどあるあるあったよね。ありますねそういうのありますね。謎ルールっていう自分で作る謎ルール、そうそれになんかこう美学を感じるっていうのが多分その感性が磨かれる現象の体験なのかなって。あったな、俺それでいうとあれだ漫画の影響っつっとやっぱ中学1年ぐらいだったかな、小学校6年生がでメゾン一国にちょっとハマりましてね。はいで四谷さんってやっぱ不思議な謎なキャラクターってどうしても一番こう気になるし、なんか四谷さん
きだったのよやっぱり、うんうん千葉茂さんはいのそうですね。四谷さんもそうだしコミックスので四谷さんってほら4号室で隣の5号室の五代くんの壁にぶち開けて、常にこう身を乗り出して五代くんなんてやってるでしょ。あれがいいなと思って、うん俺隣が弟の部屋だったんだけど、俺の部屋と隣の部屋襖でね仕切りがあったんだけど、その襖破ってなんか身を乗り出してましたよね、弟の部屋に。いていやまず谷間さんはお兄ちゃんだったんだなっていうのが本当僕初めて見つけた。僕弟2人の3人男の一番上三兄弟の長男なんですね。そういうイメージなかった？いや全く。本当？どっちかというとお姉ちゃんとか妹とか、たまに言われるかもしれない、うん僕でもだから女性の体制がこう見えて少ないので実は結構苦手だったりする、女兄弟がいないかったから結構挙動ったりするんです可愛げがあるでしょいやまあそういうこととかしてたなってふと思い出したな、あとはなんか俺左腕が鉄砲だったらよかったのになっていう最高ガンだった最高感だ。すごく憧れてましたね。最高ガンだ。僕らね世代が出ますね。で左腕が銃で右腕が仕込み刀だったらもっとかっこよかっただろうなそう百鬼丸さんや。だから憧れてたなとかね思うな。犬でもシェパードってすごく俺子供の頃結構近所にいたけど、すげえ怖かったのになって、この人すごいな。あれ杉田君って犬でいうとエピソード的にはね芝の雑種を、名前つけてっていう、17年ぐらい実家で飼ってましたけど、すごいね。声優になってちょっと経ったぐらいにうちに来た子だったんで、なんか一緒に育ってったなみたいなね。へえ、いやそうなんだよ。ある時飼い犬が死ぬんだよな。あれ悲しいよな、それを受けた後が実は大事で、両親になんか代わりに誰か新しく迎える予定はあるって聞いたら、やっぱ直次って名前なんですけど、直次の存在が大きすぎて他は考えられないって、そうなるよねって、僕は晩年もうちょっと一緒にいたかったなって。やっぱこっちに都内の方に住んでるんで、なので埼玉の実家って車ですぐ帰れるんですけど、そうなんだね、だけどそこまで長くは接しられなかったから、あと写真とかってもっと残しておきたかったなって。うわもう、ごめんね、なんか杉田君のちょっと深いとこを引っかいちゃったかもしれないけど、いやでもそんなことないですよ。でも受けた上で、でも彼の姿ってそれこそインターネットに残ってるし、そうみたいね。フィギュアになったりとか、杉田智和と共に愛された愛犬そうなんですよ。あれだって最初はフィギュア杉田を出しませんかって言われて、俺自分のこと自己評価が低い方なんで、間違っても自分のグッズとかいらないなと思って、いらないって言ったら、じゃあ何なら出してくれるんですか、犬って言ったら、じゃあ分かりましたって言って犬が出たんですよ。犬が出たんだ。いや面白いけどな。俺杉田さん、これ冗談半分冗談だけど、杉田さんの写真集出たら買うけどね。いや怖すぎますよね。面白すぎるよ。でも僕がもっと自己評価が高かったら、なんかこう365日フリーダムみたいな感じで僕の名言が書いてあるよくわかんないカレンダーとか変なフォトブックとかいっぱい出てるはずなんですよ。出ないってことはそういうことなんです。なるほどね、はい、ということで関係者の皆さん、もしお聞きであれば、諦めてください。すいません。そんなわけでございました。中二病黒歴史審問会のコーナーでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ。お知らせです。まずは配信情報から。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話まで全世界配信中です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中です。ジャンププラスやんじゃん、このエクスクラメーションはこうやって読んだ方がいいんですよね。やんじゃん、ゼブラックでも和単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントよりダークシュナイダーと新ハリのフィギュアが予約受付中です。他にもネイやヨーコなどもフィギュア化企画が進行中。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。はい、主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。
そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで配信中です。ポップアップストア情報です。町田丸井5階イベントスペースにて11月13日日曜日までポップアップストアが開催中。ぜひお越しください。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。 Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? さあそんなわけでございましてバスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってください。ということで、エンディングもなんか実は取れ高っていうことで言うと相れ高当杉田さんとおしゃべり、はい、させていただきました。ざっくりどうでしたか？いやもう話して楽しい。あ本当ね、いやよかったな。杉田君って今自分でラジオって何本ぐらいやってらっしゃる？自分の YouTube チャンネルあそっかそっかと14年ぐらい5年ぐらい続いてるスパロボのウェブラジオ。そんなやってんだね。もうなんかすごいなんか実家みたいなそうだろうね。もうね、スパロボのそのラジオってどこで聞けるの？あれも多分 YouTube のチャンネルですね。そうなんだ、今だからすごいよね。杉田君の YouTube が登録者数100万人ぐらいいるんだよね。100もいってないですよ、78万ぐらい。うわすっげえ、もう食いっぱぐれないよね。いやでもそれがでも儲けるような動きになるだけしたくないんで、その広告はもちろん入りますけど、でもそれで生活してないから、基本僕の発信したい情報が載ってるチャンネルっていう。見てみようかな俺も。みんななんかこう交流を求めてる人が来るとなんだ違うじゃんになるんですよ。なんかこうパーソナリティとかあとその場にいる人たちと一緒にワイワイパーティーを楽しむみたいなチャンネルじゃないんで、そうそれを求めてきちゃうとなんかちょっとそれは違うよって申し訳ないなって気持ちになります。ああそうなんだね、いやなんかちょっとまあそういうね、杉田さんでございました、だから来週というか次回も、またねもちろんですご一緒させていただきたいなと思うわけでございます。よろしくどうぞ。はい、それでは、11月23日に次はお会いしたいと思います。お相手はダークシュナイダー役谷山紀章とアビゲイル役杉田智和でした。バイバイ。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしました。